皆さんこんにちは。今回なんですけど、高松空港ということで香川県へとやってきました。約1年ぶりの香川県になるんですが、前に香川県を紹介した時にはフェリーで小豆島にも渡ったりと観光名所を中心に旅して紹介しました。そちらの動画もぜひ見ていただきたいんですが、今回はやはり香川県といえばうどんということで有名店をいくつかピックアップしてきておりますので、うどん巡りをしていきたいと思います。日帰り旅行なのでお腹と時間の許す範囲でうどん巡りをしていきますが、人気店となると麺がなくなり次第終了というお店も多いので、早速最初の目的地へと向かいます。先ほどの高松空港でレンタカーを借りてこの日は車で移動していきますが、今回こちらの6カ所をピックアップしてきました。番号のない赤いピンで示しているところが高松空港になるんですが、今回1番から6番まで気になるうどん屋さんをピックアップしております。これでお店が分かった方は天才だと思うんですが、さすがに分からないと思いますので、右上に店名の紹介もしておきます。こちらのお店は香川県の中でもかなり有名なお店ばかりなので、聞いたことある方や実際に行かれたことのある方もいらっしゃるかと思いますが、今から日帰りでどのくらい行けるのか検証も兼ねてうどん巡りをしていこうと思います。まず1軒目にやってきたのは、先ほどの地図でいうと2番の場所になります。うどんバカ一台さんです。まだ時間が早かったのでびっくりするくらいの大行列はできてなくて、スムーズに入店することができました。店内へ入ってきたんですが、さすがの超人気店ということで、壁にこうしてびっしりと有名人の方のサインが並んでおりました。メニューはたくさんあるんですけれども、こちらのうどんバカ一台さんでは釜バターが一番有名なので、そちらを注文しました。こちらがそちらの釜バターになるんですけれども、ごめんなさい、なるんですけど、大変失礼いたしました。台本なしで後から声をこうして入れているので、僕も編集中に何回か噛んだりとか、普段はやり直すんですけど、ちょっと面白かったので、入れてみようかなと思ってそのままにわざとしました。先ほどのバカ一台さんなんですけれども、釜バターめちゃくちゃ美味しかったですね。ただ胡椒がかなり粗挽きだったので、僕は一口目すすった時に気管に思いっきり粗挽きの胡椒が入ってしばらくむせてたので、そこは皆さん気をつけてください。あと張り切って1軒目のお店から中サイズを頼んだんですけど、うどん巡りをするなら絶対に小サイズにしてください。香川県のうどんのお店全般そうだったんですけど、普段食べる中サイズが香川県では大サイズで、普段食べる大サイズが香川県では特大サイズぐらいあるので、うどん巡りをするのは小サイズにした方が絶対いいと思います。しばらく車を走らせて、先ほどの地図でいうところの4番日の出製麺所さんへとやってきました。すでに行列ができております。こちらのお店もかなり有名で超人気店となるんですが、うどんなので行列ができてるとは言っても回転率はかなり早いです。なので1時間2時間待つっていうことは基本的にはないんじゃないかなと思います。僕も実際にこの行列で30分ぐらいでした。こちらのお店では先にうどんを頼んでから卓上の上にこうしてトッピングから出汁まで全て置いてあるので、セルフサービスとなっております。今回僕はうどんのコシをしっかりと楽しみたかったので、冷やしうどんを注文しました。ネギをトッピングしただけの本当にシンプルな食べ方だったんですが、非常に美味しかったです。先ほどの日の出製麺所さんなんですが、先にうどんを頼んで
卓上でトッピングをすると言いましたが、トッピングしたものは食べてしまうので、もちろんもう見えないんですけれども、そちら自己申告制となっておりまして、なかなか面白いシステムだなと思いました。僕もネギをトッピングしたので、ネギをトッピングしましたと自己申告したら、ネギは無料ですと、若干店員さん怒ってましたね。さてお次は先ほどの地図で6番の場所になります。須崎食料品店さんへとやってきました。こちらのお店なんですが、醤油うどんのみということで、温かいのか冷やいのか2種類となっております。サイズも大か小の2種類となっておりますので、そちらのうどんを頼んでからこちらで受け取ってトッピングをしてから代金を支払いに行く形となります。3軒目ということでかなりお腹もいっぱいになってきておりますので、もちろん小サイズを注文したんですけれども、それでもかなり量はありました。ちなみにトッピングの卵は温泉卵と生卵の2種類から選択できるようになっていました。先ほどの温泉卵の方は友達が注文した商品になるんですけれども、僕は生卵にして今回こちらの讃岐うどんをいただきました。はい、ということで3軒うどん屋さんを回ってきたんですが、かなりお腹の方がいっぱいになりまして、もうちょっと限界なので今回は3軒で終わりたいと思います。本当は日の出製麺所さんに行く前に蒲生うどんさんへ寄る予定だったんですが、残念ながら定休日ということで、そちらも次回にお預けということで、まだまだ気になるお店ありますので、別の動画でまた紹介できればなというふうに思っております。僕が小食ということもあるんですが、やはり最初のバカ一台さんで中サイズを頼んだのが、お腹がいっぱいになる原因だったかなと。美味しかったんで良かったんですけれども、本当にたくさんいろいろなお店を回りたいという方は最初から小サイズにしていろいろなお店を回るのが一番いいかなというふうに思いました。今からなんですけど、香川県で日本一綺麗な夕日が見れるということなので、そちらを次の目的地として移動していきたいと思います。サムネイルにも書いているのでお分かりとは思いますが、今回はうどんと絶景を巡る香川旅ということで、まだ日暮れまで時間があるので天空の鳥居と呼ばれる絶景ポイントへと向かっております。まずはじめにこちらまで来る移動手段に関してなんですが、平日は近くまで車で来ることができるみたいですが、土日は道幅が狭いということもありシャトルバスが運行されているので、そちらを利用するのがおすすめです。山登りも兼ねて歩いてくることもできるみたいなんですが、かなり時間がかかるので、こちらのバス30分もしくは1時間に1本出ておりますので、こちらを利用するようにしてください。シャトルバスを利用して降りたところから天空の鳥居までは少し急な坂ではあるんですが、5分ぐらいで着きます。なのでこの坂を頑張って上がれば絶景を見ることができるということですね。先ほどの坂を上がると高谷神社という、ここが天空の鳥居と言われている場所になるんですけれども、こちらに到着します。これが天空の鳥居と呼ばれる絶景ポイントになるんですが、めちゃくちゃ綺麗ですよね。右側に見えているのが秩父ヶ浜という海岸になります。こちらで日本一綺麗な夕日を見ることができるということなので、早速参拝をした後向かっていきたいと思います。先ほど天空の鳥居から見た秩父ヶ浜へとやってきました。もうすでに撮影スポットにはかなりの人が集まっておりました。なので僕たちはちょっと外れの方に今避けております。こちらの秩父ヶ浜は日本のウユニ塩湖とも呼ばれておりまして、これはなぜかと言いますと、
日の入り時間、干潮時であること、さらには風がない時、この条件が重なった時にまるでウユニ塩湖にいるかのような景色が見れるということです。さすがにこの条件が重なるというのはなかなかないので、無理だろうなと思っていたんですが、ぴったりと重なったので、今回僕たちもこうして撮影に行ってきました。サムネイルにもあるように、日の入り時間と全部の条件が一致すればこういった写真が撮れるので、皆さんも香川県に遊びに行かれた際にはぜひ狙ってみてください。はい、ということで香川日帰り旅をお届けしてきましたが、いかがだったでしょうか。さすがの香川県ということで、美味しいうどんも食べて、さらには最後に絶景まで見れて、本当に至福のひとときでした。来週は歌ってみた第4弾として、視聴者からリクエストをいただいたあの歌を先ほどの夕日の景色と合わせてお届けします。ぜひ楽しみにお待ちください。それではまた来週。